皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、球状単体の最高内に固定化された酵素による触媒反応の微分方程式モデルを検討しています。今回は本単体内で起こる酵素反応が一次反応に従う場合の解析解を導きます。球状単体内で起こる酵素反応に対する微分方程式は、前の動画第5章5の17で導出したように1式で与えられます。ここでは一次反応を考えますので、ミカエリスメンテン式はこのようになります。境界条件は2式、3式で与えられます。解析を効率化するため、いつものようにこれらの式を無次元化します。使用する無次元変数と無次元パラメータは次の通りです。また、式中の変数とパラメータの意味をリストに挙げていますので、参考にしてください。無次元化の意味や利点について理解していない人は、前の動画第1章1の9、1の10などを視聴してください。まず、1式の微分方程式において、左辺を4式のように変形します。右辺も5式のように変形します。次に4式と5式を等しく置き整理します。これにより1式を無次元化した式6式が得られます。同じ要領で2式と3式の境界条件も無次元化します。これにより7式、8式が得られます。改めて今回の微分方程式と境界条件を示しましょう。ここでは一次反応を考えているので、6式は9式となります。結論を最初に述べると、本微分方程式の解析解は10式で与えられます。ここで Ci は単体表面における無次元基質濃度です。強膜拡散抵抗が無視できるとき、すなわち微様数 Bi が無限大のとき、10式は12式のように簡略化されます。ここで動画を停止させて自分でこの解を導いてみてください。少し難しいと思います。ヒントは新しい変数 f = cx を使って旧式を変数変換した後に解くことです。次のページから導出法についてお話しします。それでは旧式の解を導きます。本式は13式のように書くことができます。これを f = cx を使って変数変換します。このため f を x により微分し、
1回および2回微分の式、すなわち14式、15式を導きます。15式を13式の左辺へ適用します。これにより16式を得ます。また13式の右辺は17式のように表すことができます。16式と17式を合体させて整理すると、最終的に18式を得ます。18式は2回線形微分方程式なので、その一般解は19式で与えられます。ここで7式の境界条件から x イコール0において f は0であることがわかります。これを19式へ適用すると、21式に示すようにa イコールマイナス b の関係が得られます。21式を19式へ適用し、その式を双曲線関数を使って22式のように表します。22式の f を x で微分すると23式を得ます。ここで8式、すなわち x イコール1における境界条件を適用します。これは24式を与えます。一方、22式は25式のように表すことができます。25式を14式へ代入し、26式のように表します。ここで再び8式、すなわち x イコール1における境界条件を適用します。これにより27式を得ます。24式と27式を組み合わせ、積分乗数 A の式28式を導きます。これを25式へ代入すると、最終的に目的の厳密解10式が得られます。ここで10式において x イコール1と置き、左辺と右辺に含まれる ci について式をまとめます。これにより11式が得られます。bi が無限大の時、10式は12式のように簡略化されますが、これについては自分で導出してください。ヒントはx イコール1の境界条件を c イコール ci として微分方程式を解くことです。これで全ての式を導くことができました。結構難しかったですね。このような地道な作業を繰り返すことが皆さんの数式モデリングの力を大きくしてくれます。頑張りましょう。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。